この茶色のプードルちゃんは男の子ですね。昨日からお泊まりしてますと。また子犬ちゃんですね。飼い主さんから相談を受けました。なんか引っ張るんですって、散歩中。なのでちょっと滞在中にね、様子を見て、帰る時にアドバイスでもしようかなと思って記録用に動画を撮りましたと。これはね、もう散歩終盤で今からお店に帰る時なんですけども、結果としてそんな大きな問題はなかったですね。例えば、ね、こうやって知らない人にもこんにちはって挨拶に行くし、知らないのに会っても挨拶ができるし、今の現状の月齢での社会化ですよね。人慣れ、いる慣れ、環境慣れに関してはおおむね順調にいってますと。とはいえ、その飼い主さんが言う散歩中の引っ張り癖が残ってしまうと、これからね、いろんな弊害が起きてしまう可能性があるので、ちょっと様子を見ましたと。で、お店から抱いて、コンビニ越えて、人通りの少ない道路まで行って、心拍数を確認して問題がなかったので、ゆっくり下ろして歩き始めますと。この動画、僕よく紹介しますね。リラックスすれば犬は吠えないっていう動画ですけども、もちろんこれは吠える犬対策用に作ったんですけども、常々お伝えしているように、引っ張り癖と吠え癖ってかなりリンクしてますと。で、どっちが先かっていうと、ほとんどの場合が引っ張り癖が先ですね。引っ張り始めて、自分弱りになって、インプットがごちゃごちゃになっていって、吠え始めると。つまり、この子は今もちろん吠えないですけども、この引っ張り癖が残っちゃうと、これから吠える子になっちゃう可能性だってあるし、いろんなもっと癖が出ちゃう可能性があるので、引っ張り癖を直しましょうっていう感じで様子を見てますと。飼い主さんの引っ張り癖が直せない要素って、大きく2つあって、1つは例外を与えすぎなんですよね。僕はこの子を床に下ろしてから一度も引っ張り癖を許可してないですね。よくお伝えしますけども、初めて散歩した子犬がいきなり引っ張るなんてことはまずないわけですよ。それは緊張してるし、飼い主さんに頼るし、僕はその時の初めての散歩の感覚を一生維持すればいいだけじゃんって常々思ってお伝えしてるんですけども、やっぱり緊張がほぐれてきて慣れてきて、意気揚々と歩き始めると飼い主さんは嬉しいし、もういけいけってなるし、その意気揚々と歩き始めることと引っ張り癖をつけることをごっちゃにしてて、だんだんないがしろになっていって、引っ張り癖がついてしまうというところが、ほぼほぼの原因なんですね。例外を与えないと。例外を与えないで引っ張り癖を許可しなかったら、確かに窮屈だって思うかもしれないですけども、そうではないっていうお話もします。でね、問題がいくつかあったってお話しましたけども、ちょっとこの子の散歩で気になったのは、ちょっと意識を飼い主さんに、今日の場合は僕に向けすぎなんですよね。いわゆる脚側歩行とかヒールウォークに近い形で歩きすぎなんですね。どんな状況かっていうと、こうやって歩く様子を見てるとわかります？こうやって気にしすぎなんですね。もちろん脚側歩行とかヒール歩行を練習するのはしつけの観点からすればいいことですけども、頑張りすぎちゃうとこういう社会化時期には特に弊害もありますね。この子が今この時期にやらなきゃいけないのは、もう環境を確認して納得して、その繰り返しをしなきゃいけないんですけども、ここまで飼い主さんとか僕のことを気にしちゃうと興味も出なくなるわけですね。これは社会化に社会性をつけるという観点に関してはかなり弊害がありますね。で、ホテルの散歩しててもめっちゃこっち見てる子とかいますよね。もう脚
脚速超うまいみたいな子を見ると、僕はちょっとおい大丈夫かよって逆に思ったりとか、ありがちなの読書の会場とかでも結構おやつを使ってリードウォークさせるじゃないですか。あれもドン引きしますよね。特にキャリアが浅い予選とかなんかだとそういうところが顕著になりますよね。そういうリーダーウォークしたりとかおやつで引きつけてないとちょっと散漫になっちゃったりして、やっぱり評価が下がっちゃうんだと思うんですよね。そういう観点で言えばですよ、この動画読書って英語で検索すると出てきた200万回ぐらい再生されてる動画、これはすごいいい動画でしたね。ちょっとこのブルドッグの子に注目してもらいたいんですけども、全くリードウォークしないですよね、この子ね。このハンドラーさんの顔見る気ないですよね。で、すごい人がいっぱいいてね、騒がしいところで全く物おじしないわけですよね。こうやって審査員の人に触られたって、これめちゃめちゃ可愛いと思うんで、この審査員の人を見てこの可愛さにやられちゃいますよね。全然気にしない。これはね、全然気にしないと、この子だけ前見てはぁみたいな。結局どうなるかっていうと、この子選ばれるんですよね。で、このハンドラーさん大喜びしてるけども、ブルドッグはなんだかよく分かってないからあんまり喜んでないみたいな。でもこれがもちろんね、骨格だとか毛艶だとかいろんな要素もあるんでしょうけども、社会性が取れたこの感覚、この感じが絶対一定賞の基準になってるわけですよ。ここを目指さなきゃいけないわけですよ。おやつなんかこの子に必要ないわけですよね。なので、その脚側歩行とかヒールウォークをする弊害っていうのは絶対的にあると思うので、やりすぎ注意ですね。で、先ほどの途中になった例外を与えないことと、もう一つの要素はもう褒め度を飼い主さんが提示するのは難しいわけですよね。じゃあ引っ張りをやめましたと。じゃあ何が正解なのっていうのを犬に与えるのがやっぱ飼い主さん下手なので、僕はこの動画5分で引っ張り癖が直せますっていう動画出してますよね。これも結構再生されてますけども、この子の場合は0分で引っ張り癖直したわけですよね。軽症なんでね、全然簡単に直せるわけですよ。大体の犬は8割9割ぐらいの犬は5分で直せます。なぜかというと正解を与えるのが得意だからですよね。この長めの2メートルとか 2.5 メートルのリードを使ってふんわり歩いている状態は常に正解にするわけですよね。別に褒めるわけではないです。この子との散歩を見てると分かると思うんですけども、大げさに褒めてないし、例えば僕のところに近づいてくるときにすごい尻尾を振りますよね。あとお座りとかしてるときにこっちを見上げて褒めてほしいのかおやつ欲しいのかみたいな感じをこの子は出してくるんですけども、一切僕はそこには反応しないですよね。反応していいことないんで、はっきり言って。今この子を散歩するときに必要なのは僕への執着を減らすことですよね。僕は僕の散歩をします。この子はこの子の散歩をして興味があるもとにチャレンジして確認してそうなんだっていうことを繰り返すことなんで、いわゆるそれが社会性を育むっていうことなんで、この人はこういう人なんだ、この犬はこういうことなんだ、小石はこうなんだ、車はこうなんだ、オートバイはこうなんだ、朝はこうなんだ、昼はこうなんだ、夜はこうなんだっていうことをどんどんインプットして、そうなんだねっていうところを確認するのがこの子の散歩の醍醐味であって必要なことですよね。僕に意識を向ける必要は全くないわけですよね。なので僕は今この子に関してやってることは僕への意識を減らすこと。ただ自分勝手に歩くわけじゃなく、一定のルール、行く先はとりあえず僕が決めるよ。ただ興味があるものがあったらジャッジは僕がするし、いいんじゃないって言えば一緒に行こうねっていうスタンスで散歩してるわけですね。では。